Hello，你好，范律师，谢谢今天 Hello 谢谢今天到上海来接待我们。所以我现在最想问的问题就是，你这上面搭是一个飞机嘛，看上去好酷啊。これはね、世界で初めて、コルクという素材で作ったブロックですね。ブロックでできた飛行機ですね。哦，那这个软木，就是我想问一下是什么做的？这是木头做的吗？これはね、木とすごく似てるんだけども、コルクというものですね。ほらワインの栓とかで使うような木の皮でできてます。那我想问一下，就是像这个 core 这个软木，你们的这个生产这个 process 是什么？看上去很特別很有意思啊。これはね、この3種類ぐらいのブロックで作られているんですが、こういうものでね、こう想像力がね、こう豊かになって遊びながらね、こういったコルクという素材に触れてくれるといいなと思って作りました。OK，大家这就回到我小时候的时候，就是一直在我房间里就会把我玩具什么东西就摊开。我爸妈一直反对，就是我觉得我就喜欢造我自己的世界，就不管是用什么东西来造。就是现在我觉得这个感觉有点没了，所以我在想，你造这个 cork 的这个东西，是从这个想法这个角度来想的吧？そういうコルクで世界を作っていくことですね。で例えばこういうのは大人がね触るところ丸がないからね、車作ってくれって言ったらすごく困るんですよ。だけど子どもたちっていうのはこう丸がなくてもね、これは車なんだっていうふうに見立てて作っていく力があるんだね。そういうのが今の時代に必要なんじゃないかと思うんですね。那刚才你说的就是用三种这样的木块，你最后就是想。就是对这个 creativity 这个创造力来想，是从这个角度来想的吧？只有3个，这听上去比较少啊。そうそれがより想像力を刺激するんじゃないかと思っていてね、今世の中にあるブロックって1万種類とかね、いろんな種類のブロックがあって、やっぱすごく便利すぎるんだよね。そうするとタイヤにしか使えないブロックとかそういうのがあったりして、そうするとその想像力が育たないんじゃないかなと思うんですね。一つね紹介したいのはね、こう昔子どもたちと遊んでた時にね、こういうのを作ってキリンみたいな形作ってったんだけども、子どもがね言ったのはね、首がね、こんな風になってたんだけども、偶然にこういう形ができて、でこれ何って言ったら分からないけど、水を飲んでる馬ですっていう風に言ったんですね。これがすごく大事なことで、普通に作ってたら馬とか車とかになっちゃうけども、水を飲んでる馬とかそういうふうにこう想像力が発展していってるんだね。これすごく大事なことなんじゃないかと思うんです。こういうのが僕が考えている説明書がないこうおもちゃっていうかね、目的がなく作っていって自分で考えるっていう、そういう面白さが伝わればいいかなと。就跟乐高很不一样。你打开一个乐高盒子的时候，里面都是几百个、几千个这个 pieces， 还有就是一个说明书，你专门要看。就是现在这个就完全不一样，就完全就是靠别人自己的脑子、自己的想法了。それが大事かなと思うんですね。那现在我比较好奇，因为你本来是弄建筑的，就是造楼设计各种各样的大楼，很多漂亮的这个建筑，所以为什么你现在就很多因为这个东西对他来说比较小，所以本来这个想法是从哪来开始的呢？そうだね。これがね、本当に作った大きさのコルクのブロックなんですね。こう世界の中で今ほら持続可能とかね、そういう理念ってあると思うんですが、それを形にして建築にするっていうのが今の僕の目標なんですね。那你现在拿的这个很大的砖头，就是像我们现在后面看到的这个房子，你要不要现在解释一下这个想法是从哪来的吗？そうこういったものでね、木とかね鉄じゃなくてね、コルクで家を作るんだっていうそういう発想が生まれたらね、世の中変わっていくと思うんですよ。でここで一つ大事なことはね、じゃあなぜコルクが持続可能なのかっていうのをちょっと説明していくと、これはね木の皮でできているんですね。で木の皮っていうのは10年ぐらいで、ベリベリって剥がしてまた採取することができて、
つまり木を切らなくていいっていうすごく分かりやすい持続可能なんですね。そういったものを生かして家づくりとか身の回りにある遊ぶものとかそういったものが作っていけるといいかなと思いました。で僕からね今日一個質問があってね、自分の生活の中でね捨てられないものって何ですかっていつも聞いてるんだけども何かあったら教えてほしいんですね。你这个问题问得很好，问得很深，就像我刚才一开始提的时候，就是我本来会在房间把我东西摊开，或者我在外面用各种各样的土、各种各样的什么石头造东西。我现在一直长大的时候，就是我在想，后来忙了，后来事情多了，我在想，我这个想象力、这个创造力好像有一点没了。我现在想在游戏里面或者造东西，我现在想，我这个 sense 都没了，有一点，就用一个英文词来说，有点 fade away 了。不知道你有这个想法吗？そういうこともあって、要はねこういったものがこれすごく命が長いブロックでね50年とか70年ぐらい使えるんですね。でこういうのはデザインが限定されてないからずっと長く遊んでいくことができる、そうするとこれに飽きちゃって捨てる必要がなくなるんですね。っていうふうに長く長く一緒に生活できるようなそういったものがあれば人の生活が少し豊かになるんじゃないかなと思うんですね。なんですね。で僕の今挑戦していることはこれで家や建築を作ってそういったところにも持続可能なアイデアを入れていくことですね。でそこで人間を助けるための素材の一つとしてコルクというものがあるんだというものをみんなに知ってほしい、そういった活動をしています。那你刚才提了很多这样的事情，你也前面提过，就是你会跟小孩自己弄什么 workshop，就是他们自己搭这样的东西，所以这个你要不要解释一下？你们会弄什么不是什么活動吗？そうだね、本当にこういうイベントをしていくんだけども最初は何をできてるかとか言わないんですね。本当に遊んでもらった後にだんだんみんなこれに興味を持ってきてこれ何ですかお菓子ですかとかねいろんな質問があってその時にこれはコルクというもので木を切らないんだよってことを教えてあげるんですね。那又把乐高提出来，就像乐高，它的故事你在造的时候已经讲完了，就是像这个说明书，本来这个故事，这个设计已经弄完了，就是像我们去看这个 Cork 的这个或者两样东西，他们的故事都是最后是他们自己想的。そうそこに自分の決定力というものがあってねそれがすごく想像力を生み出していくというところですね。つまりそれが好奇心があるっていうのが一番大事なことでねで遊びながら持続可能の理念に触れていくことっていうそこがね建築家として挑戦している大きなポイントですね。今年のね、去年か関西の大阪万博でねこっちの方展示していったんだけどもこれ本当にパビリオンと同じぐらい人気が出てね大人も子供もこれでね自分の椅子とかねを作るようなそういったイベントがねできました。今年のだから万博のねテーマも未来の生活を作るっていうことだったんだけどもそういったものとして展示品としてねすごく評価を気に入ってもらえたそういった作品になってます。OK， 那刚才提到就是你做一个建筑师做了很多年，我现在有点好奇，你这个想法就是什么时候开始出来的？就是有什么事情或者什么想法就想着，我应该做这样的东西，就是弄这样的这个感觉。これはねずっと昔からゴミの問題っていうのに興味があってね学生の頃から考えていてで偶然に仕事を始めてからコルクがね出会うことができてで、そういう中でねコーヒーお祭りのねパビリオンを作る仕事があった時にねこれを使ってみようと思いました。っていうのもパビリオンを作る仕事っていうのはもう本当1週間ぐらいでね壊しちゃうんでゴミがねすごく出ちゃうんですよ。でそういうのがずっと気になってたんで
そういうものをこうなくすためにコルクで繰り返し使える建物を作ろうと思って実現しました。这我刚想的，就是上次我们采访那个人，就是他做的东西不一样，他是本来是用茶渣来做很多这样的砖头或者很多这样的其他的产品，就是我一直就等等就是拿出来什么这个想法，就是他是用一个英文词来说，他就是 he was making the unnoticed notice，就是拿本来没关注的事情，让大家有关注或者很多这个把他的故事就这样讲出来，就是你也这样想法吗？目立つというか実際にね本当に使えるいいものっていうのが残すことですね、建築家としてね。これは構造的にも役に立つし雨にも虫にも強いし触って温かいっていうね、すごくいいとこばっかりですね、これは本当に広めたいものだというそういう強い気持ちがまずあります。哇，这个利润真的这个利润掉好多啊！好多好多。それであとねこういらないものを再利用するっていう考え方じゃなくてこう最初から繰り返して使えるものを最初からデザインしているってそこがね例えばこのお茶のブロックとかそういったものとはこう違うところですね。そういうなんかね、社会を面白くするような理念と一緒にみんなに使ってもらえたら嬉しいなと思います。で決してこう建築の材料ではなくてね建材ではなくてこうやって人の手にね触りやすいおもちゃとかねそういったものからこう広まっていくといいなって思うんですね。那这个说的很好。我现在很想念，就是我小孩的时候，就是我就可以随便拿什么东西就创造什么故事，创造什么世界。现在对这个 Corp，我现在特别想玩，觉得特别好，谢谢。はい、ありがとう。はい、今度はねこれをちょっと触ってみてほしいんですね。これは何でしょう？結構重いでしょう。这个东西，哇，这个是什么东西？好重啊！これはね土でできてるんですね。完全是100%用自然土来做的。そうでこれをこう接着剤をねこう使わずにこう土を固める技術っていうのが1000年以上前からあってねこういうのを現代によみがえらせて、建物に使えたらいいなっていうそんなことを考えてますね。でこうやっぱ今の建物っていうのがねでもコンクリートでできてるんだけども50年とか70年でねこの傷んでねダメになっていっちゃう。でそれはね問題はその後ゴミになっちゃうんでねとても自然に厳しいゴミは出しちゃうんだけども例えばこんな全部土でできてたらこれは本当に自然なものだから壊れても全く問題ないしねまさに環境素材じゃないかなと思うんですね。那确实你的想法就是土，人类还没在的时候一直在，人类不在的时候会一直在，就永遠就是这个土，就这样的想法吧。そういうことなんですね。で福建省の土楼とか行くともうこれで家を作ってこう800年ぐらいも一緒に人間と暮らしてるんですよね。だからそういう暮らし方をもう一回現代にも蘇らせられないかなと考えてますね。だからこれで高層建築をね作ろうとは思わないんですが例えばね人間が暮らす住宅だったりとかこう幼稚園とかね小学校とか図書館とか美術館とかねなんかそうやって社会のための暮らすものとかね人間が長く滞在するものっていうのはこういった土でできてるといいんじゃないかなって思うんですね。这个想法也就是跟你们这个 Corp 这个软木也差不多吧，就是本来想的是垃圾，本来就是没有人管这样的，没有人管这个材料，现在在想我怎么让人改善他们的这个想法。そうでこれも実際はコルクと同じようにとても人間に優しいんですよ。こう匂いを吸ったりとかね湿気を吸ったりとかいろんなこう建物にいい影響を与えるのがあってねこれを化学材料でやろうとしたらすごく大変なんだけど土っていうのはもう自然のまま作れるんですね。で音も吸うんでねこれで作った寝室っていうのはとても静かでリラックスして寝れるっていう研究もあったりするんですね。でこういうのを建物を作ってねみんなに知ってもらおうってするとすごく時間がかかるから
僕はこういうのが子供でもこう分かってもらえるようなね、土の展覧会っていうのをこう企画したんですね。うん、例えばじゃあ自分の生まれた土地の色、土の色を知ってるかな、答えられるか。哇，这个我不知道，我本来没这样的概念有概念啊。そうだからそうやって聞かれないと思い出せないぐらい実はすごく大事な土って大事なものなのに実はあんまり知らないんだよね。そういったものをこう知ってもらうっていうのが一番の目的だったわけです。啊，就是这也蛮搞笑。本来我小的时候，我以为要放学到土里面或者什么地方去玩，我父母肯定会说：“哎呀，这个太脏了，不要去玩。”现在大胆、そうそう汚いとかね言われちゃう。でこれは僕が最初の展覧会の一番最初の展示っていうのはこれになってて、こう中国からね集めた250種類ぐらいの土が入った瓶があってね、そこに地名が書いてあって、これが自分の生まれた土地の色を土の匂いと色を探そうっていう、それが一番最初の展示だったんですね。これねこうやって振ってもらってね、こうやって匂いを嗅いでいくっていうそういう展示だったんだけども、これをやってみてほしいですね。そうそうだ、一個一個全部違う色と匂いがあるっていうね、土ってこんなに種類があるんだっていう、そういうのをまずみんな見てびっくりするっていう、そういう展覧会の最初のスタートですね。あとはねこう美術館の展覧会の時にこうやってね土でこう玉を作るっていうね、そういうイベントもやったりしたんだね。これがこう磨いていくとこう光ってこういうふうになってくるんだけども。哇，这些真的做的很漂亮。我本来我也自己没想到，这完全都是也是用土做的嘛。そうびっくりするでしょ。っていうふうに例えばねこう博物館とかで土の勉強しても多分覚えていられないと思うんですね。だけどこういうふうに自分で体験して匂いを嗅いで手で磨いてっていうふうに自分の体を使って体験して覚えたものっていうのは忘れないんですね。そういうふうにして土をこう遊びながら触りながらこう楽しんでもらう、そういう展覧会を作ったんですね。ここでねとても大切な考え方があってね、こうやって自分がこう作ったものっていうのが一部分ねこう傷がついてても、これは日本語ではね味っていうんだけども愛着になるんだね。だけど僕なんかこう買った製品が傷がついてたらみんなすごくこう怒るわけだけども、そこにすごく価値観がねこう違う差が生まれてるんだね。そうすると自分が買ったものがねもし壊れちゃったら、じゃあ新しいものを買おうじゃなくて、例えばこういうものだったら直したいな、捨てないで直して大事にまた使っていこうっていうふうに思うじゃないっていう、それが一番最初の持続可能な考え方につながるんじゃないかなと思うんだね。那本来看这个图就是没想到会有多种样想法。本来我就走在路上看到这个图，就觉得就太普遍了，就是そうそうそう、どこでも手に入るけどこんなにいい素材はないわけですね。これをすごく広めたいと思うんですね。だけどこういうので家を作ろうってなった時にやっぱりみんな知らないからね。これがすごくいいんだ、家を作りたいんだ、こう言ってくれる人が将来増えるように、それも建築家としての一つの大事な活動かなと思っています。あとはねこう自分がほら参加した時にこう愛着が出てねこう直したいっていう気持ちが出るっていう話をしたんだけれども、こういうのをねこう大きい家とかねそういったものでも挑戦したいと思ってるんですね。家を作る時に自分の家の作りに参加することっていうのがすごく大事なことだと思っていて、今そういうプロジェクトをやろうとしています。そうすると家が古くなっちゃったから壊そうとかそういうことじゃなくて、家を直そうっていう気持ちになっていくよね。そうすると都市の中で風景がどんどんこう変わっていくんじゃないかというふうに思います。そうというふうにコルクもそうだけども、こういうふうに人間と長く一緒に暮らせるもの、命が長いデザインっていうものをテーマにいろいろ活動をしていきたいと考えています。像我在想，就是也有跟像软木做的一样，就是我们也会看到，就是很多小孩
包括当然就是他们用这个软木，突然之间就是我们造了那么像那么特别的东西，那像这个想法也可以加到土上。他们现在用土，现在你觉得可以像什么造的呢？うん、そう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 。で土のブロックっていうのも実は作ってね、展覧会で展示したんですね。土のブロックでみんなそれぞれ家を作ってもらって、6メーターぐらいのね机かな、ここにこれ出るかな、テーブルの写真があると嬉しいな、うん、これは上海のねこう6メーターぐらいの地図になってるんだけども、三神土井があるけどね、三神土井じゃないね。でここにねいろいろこう川とかあるんだけども、上海の地図になってるんですね。でこの丸のところから顔を出して、自分の住んでるところから顔を出すっていう、そういうプロジェクトなんですね。そうそうっていう、こういうね土で町を作ったらどうなるんだろうっていうね、そういうのを体験できるプログラムを考えたんだね。これもう4時間ぐらいここにずっといてくれる子どもとかね、ずっとこう遊んでくれてる子どもとかいたんですよ。あと2階3階って来てくれるね、そういう親子もいたりして、普通なかなか美術館に4回同じ展覧会を見に行くってあんまりないけれども、これはこういう繰り返して楽しむことができる、そういった要素もあるってことだよね。そうだから土が汚いなと思ってた子どもたちが大人になる社会と、こうやって土で遊んで土って面白いと思ってる子どもたちが作る社会、未来の社会っていうのは全然違うんじゃないか、僕はそこにこう挑戦して話しかけていきたいんですね。だから僕は建築っていうのが専門の仕事なんですが、やっぱ建築っていうのはこのね、物と人と自然をね、この3つをこう結びつけるような、そういう仕事だと思ってるんですね。そういう意味で建築の表現だけをするんじゃなくて、こういった考えとか概念を、理想とかね理念を広めていくっていうね、そういうことも大事な仕事の一つなんじゃないかなと思ってます。そしてこう直したいと思うような、そういったものを世の中に残したいし、直せることが最初からデザインに入っているような、そういったデザインが作り出せたら素晴らしいんじゃないかなと思います。那这很有意思，这很适合，就是不包括就是像用你这个软木可以造你自己的想飞机，或者造你就想的东西，就是像我们在这里看到，都能造你都能想造你自己的历史，你自己的整个世界，就这样的。そうそうそう、本当に作れるんだっていうね、そういう可能性を知ってもらうことだよね。最初はねやっぱコルクって何かっていうのがみんなわからないから、それをやっぱ興味を持ってくれないとね、AI に聞くこともできないというんですね。で僕はいつも0から1と1から100っていうそういう話をするんですが、今の時代にね1から100に情報を膨らませることってすごく簡単だと思うんですよ。AI に聞けばね何でも答えてくれるからね。だけど AI にコルクって何って聞けるかどうかって、これねすごく大事だと思うんですよ。まずコルクに興味を持つことが世の中を変えるすごく大事な最初の0から1だと思ってるんですね。因为最后就是你要创造什么新的东西，不管写故事、造东西，或者你一个建筑师设定一个新的楼，最后我的 idea，我到底想造什么，这个是最困难的一部分吧。そうそうそう、そういうことです。っていうふうに何かね自分の力が未来を変えるね、何かきっかけにつながればいいかなと思ってます。今天跟你讨论的就是我现在自己在想，我自己的想象力就是怎么能提高。现在看到这样的东西，我在想，这个真的是一个新的想法，就是可以从这么 simple 这么简易的东西来开始。我在想，今天我有很多 food for thought そうだね、いろんな可能性があると思うから、そうそうそう、そういうのをねこう未来の子どもたちにもこう考えてくれたりとかねすると嬉しいですね。好的，那我现在看到在这个部分，就是我看到现在这个屏幕上，这个是什么？これはね、土とこう竹でできたこうパビリオンを作ったんですね。で地元のこう上海の子どもたちに参加してもらって、こう真ん中のねこれ土壁なんですが、ここにこう指でねできた模様がついてるんですよ。こうやってね作っていくんですが、こういうのをこう参加して作ってもらったんですね。
でそれを作ってる途中の様子をみんなでビデオに撮影してこう展覧会で流していたんですが、その中でこう子どもたちがねこう感想を言うところはねあるんですよ。そこでね大事なことがね、これ壊さないでほしいってみんな言うんですね。つまりここではこう自分が参加したことによって愛着が生まれているっていう、それがねとてもいい表現につながったんじゃないかと思ってるんですね。そうこういうことがあって、だから建築家が自分で家を作っちゃうんじゃなくてね、こう住んでる人が一緒に参加して一緒に作るような、そういった全部じゃないけれども一部分ね、そういったこう思い出や愛着が生まれるようなそういったこうデザインの手法っていうのがあるんじゃないかなと思ってます。そうした時にねこう自分で作っていれば傷とかね失敗しちゃったものっていうのが思い出になってストーリーになるんですね。工事のおじさんが間違えちゃったらこれは直してくださいってことになっちゃうけども、ここ間違っちゃったんだよねってそういう思い出と一緒にこう家とかね住むものとかそういったものができていく、そういう世界になったらいいんじゃないかなと思うんですね。っていうふうにいろんな持続可能の考え方があるんだけれども、僕の考えっていうのはもっともっとこうシンプルなところ、もっともっと人間臭いところですね。人間が関わることで自然に生まれるような愛着とかそういった感情を使って世の中の持続可能が続いていくといいなと思ってます。好的。那关于我最后问一个问题，就是最后看到你这个软木，最后看到你这个图，还有最后看到这个，我前面想的就是像你到一个海滩，就是正好都是沙子嘛，你可以自己造什么东西，或者自己画什么东西，你就是可以很用心的在造，就是最后到后面就是有可能会被水冲走了，或者风吹走了，就是最後它上面这个沙或者下面这个土，最后它的故事会一直存在，就是你会有这样的想法吧？そういう自然の感じがねやっぱいいんじゃないかなと思うんですね。そこに何か壊れるっていうことにもちゃんとした美学とかがあって、壊れてもまだそこに自然感が残ってるような、そういったものがいいんじゃないかなと思うんですね。だからゴミに対する考え方も一気にこういったもののが出てくれば変わっていくんじゃないかなと思うんですね。那好的，那你觉得到后来就是看这样的看各种各样的这样的东西，你觉得虽然是小孩或者大人进去，你觉得他们想出去的时候，他们想要什么记忆吗？你觉得你想要他们有什么记忆吗？だから今の時代に思い出になるものっていうのがやっぱりあんまりないからね、そういったものを残してあげる。でその思い出になるかどうかっていうのは自分がどれぐらい参加したかっていう、そういうことに体験がやっぱり一番大事かなと思うんですね。だから僕の展覧会では普通ね美術館では静かにしてくださいとか触っちゃダメですとか言われるところをもう喋っていい、触っていい、声に出して表現してくださいっていう、そういう体験型の展覧会を作ったんですね。もう子供も声を出して、これやっぱうわ気持ちいい、重いとかいろんな感想を言ってくれたんでね、それがすごく大事な今の日常で体験できないことだよね。那是说的特别好。下次在外面看到很多小孩在打什么东西，或者在这土里面玩，我就想，他们也就是我们人类一个特别好的一个 resource。そうだね。好的，谢谢，给我就是完全打开我的视野。谢谢，ありがとう。